どうも皆さん、カイトです。クトゥルフ神話をモチーフにしたホラーアドベンチャー、セイビア・オブ・ジ・アビス、深淵の救い主をご存知でしょうか。こちらは2021年8月12日に Steam、2022年11月24日に Nintendo Switch でリリースされたゲームになります。早速トゥルーエンドまでクリアしたんですけど、理不尽にディスりまくるスクール系ホラーでしたね。海外の作品でありながらも日本受けしそうなビジュアルに病院の地下で目を覚ますという恐怖設定、 2D でありながらも驚きを詰め込んだポイントの数々は結構面白かったです。今回はセイビア・オブ・ジ・アビス、深淵の救い主という作品をできるだけコンパクトに紹介します。では早速やっていきましょう。まずセイビア・オブ・ジ・アビス、深淵の救い主ってなんじゃいって方に簡単に説明すると、古い病院の地下収監室で目覚めたステラは想像をはるかに超えた存在、怪物と対峙しながらこの場所へやってきた理由を探し出すお話。ジャンルはホラーアドベンチャーに探索とアクションをうまくミックスしながら病院の地下で色々と動き回り先に進みます。怪物に出会った場合は戦うという形ではなく、ひたすら逃げてトラップに誘い込んで撃破をしたりします。さらには思わぬ援軍に助けてもらったりもします。謎解き要素がめちゃくちゃ強いというよりは、理不尽な一発ですでメンタル持ってかれるイメージを持つのが良いかなと。地下でギミックを動かしながらアイテムをゲット、レポートを読んでインベントリを充実させながら進めない箇所を解放して奥に進むのが一連の流れですね。ざっくりと説明するとこんな感じ。そしてこのゲームのおすすめのポイントになるんですけど、得体の知れない怪物に出くわすホラー的要素。クトゥルフ神話をモチーフにしていることもあって、通常では考えられない怪物を 2D で余すことなく表現されています。グロテスクは当たり前なんですけど、地下収監室であからさまな実験で生まれたような生物はほんまに怖かったです。というかびっくりさせられるパターンが非常に多い。いきなり出くわしたと思ったらターボババア並みの脚力で襲いかかってきます。ボンバーマンで言ったら加速 ×8 状態ですね。怪物は一撃でも触れると即座にゲームオーバーなんで、避けるとかマジで無理です。必ず突破口があるので色々と試してみてください。得体の知れないイコール実験体もレポート読み解いていくと悲惨すぎるのも共感できて、それも合わさって色々と恐怖も脳内にすり込んできます。謎解きも単純なものが多いんですけど、いかんせん暗いんでしらみつぶしに探索していくのがおすすめ。エンドが3パターンほどあるんで、全部見るためにもスロットを分けてセーブしてトゥルーエンドを探すのがいいですね。色々と納得させられる部分も多いんで、ぜひ目指してみてほしいです。次に気になるポイントが一つほどあるんですけど、理不尽なデスポイントが非常に多すぎる。序盤で操作できてから探索に勤しんで進んでいくと、前兆もなくいきなり岩が落ちてきてデスとか当たり前です。扉があるようもんなら調べた瞬間に怪物に食われてのデス、なんか飛んでるなと思ったら岩が飛んできてデス、自販機があるなと思って近づいたらツタでフルボッコとかザラにあります。特にメンタルを持ってかれたのは、監視ロボットをかいくぐって突破しなきゃいけないポイントがあるんですけど、絶妙な裏取りをしていかないと永遠にデスります。マジでギリギリ判定やめて。一度でもデスるとセーブした時のポイントから全てやり直しになるんで、アイテムを得得した時、イベントが少しでも進んだ時はこまめにセーブしてください。こういったデス慣れを耐えてからが面白くなってくる真骨頂。最後にまとめになるんですけど、 2D の作る系のホラーアドベンチャーである程度のデスをしても耐えながらも進める人にぜひプレイしてほしいのがセイビア・オブ・ジ・アビス、深淵の救い主。あまりにも暗すぎる地下探索にマジでどこを調べたらいいのか迷うカプセルの種集め。理不尽にデスりながらも切れ散らかしながらの突破が結構面白い。よければ皆さんも主人公のステラを操作して地下での隠された秘密を探しに行きませんか。きっと序盤で岩がひたすら飛んでくる場所で運要素強すぎると叫んでしまうこと間違いないですよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。通行 C でも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。